どうもこんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日は後ろにあるように工場制御最前線でございます。副題として移り変わる制御動態 PLC にこだわるのはマジオワコンとベッコクさんの紹介をさせていただいた時 PLC を煽りましたが、また同じような PLC を煽る。当時僕も制御に関して洞察深い部分もあったんですが浅い部分もありました。1、2年前だったと思いますが、かなり僕もレベルアップして制御に関わる内容を最先端のところを分かりやすく紹介させていただきたい、情報として共有させていただきたいと思っております。スポンサーいただいてますね。 IJCAD ということで 3DCAD に移行するときに 2D のライセンス費用も払うと非常に高くなるじゃないですか。 2D の有名な CAD との互換性もかなりあるということで非常にコスト安くなるということで 2D の以下の時に使ってはどうですかということで提案をさせていただく。二次元 CAD はジェネリックでということですね。では早速ですが内容に行きましょうと。製造業の最先端が集う、そうなんです、ハノーファーに行ってきましたと。ここに IoT ニュースの小泉さんいらっしゃいますが、飛行場で会いまして、ハノーファー初めてじゃないですか。小泉さん何回も行かれてるんで、ああどうもどうもとか言って白髪のロン毛じゃないですか。絶対小泉さん単発の方がかっこいいと思うんですけど、それは置いといてですね、絶対小泉さんだろうなと思って声かけたら小泉さんで一緒に行きましたと。一緒に写真撮ったんですが、ハノーファーメッセ2023、かつですね、ハノーファーだけではなくて、ドイツ企業にも招待いただきましたので、工場にも訪問しております。こちらは別会になっておりますので、これもお楽しみにお待ちください。行かれた方は、釈迦に説法でございますが、ハノーファーすごいところがあります。それはですね、例えば、電気戦略みたいな非常にですね、国と密接に関わる上流の戦略ですとか、国際戦略ですね、EU のインダストリー4.0って書かれてますね。そういったものとか、もちろんそのソリューションですね、上流側のソリューションの紹介とかですね、FA とかロボットも展示されてるんですね。やっぱり中国系が多かったですね。今アメリカの展示会中国行ってませんから、 EU とやっていきたいっていうのがブースから感じ取れたと。プラス通信規格とか、CAD をですね、制御関連としてクラウド化すると言われてますので、製造業クラウドサービス AWS みたいなものも出てました。まさにですね、工作機械と半導体以外の多くの製造業の最先端が集うのがハノーファーでございます。世界の製造業の最先端、それをキャッチアップできる場でございます。日本ではこのように言われてまして、僕が言ったんじゃないですよ。一般的にこう言われてると、日本にハノーファーのトレンドが来るのがハノーファーから5年後と言われてるぐらいでございます。つまるところ、ハノーファーには製造業の未来がそこにあると。実際のブースはこのようになっておりまして、この1ブースが東京ビッグサイトの456号館と同じぐらいですね。それが20個ぐらいあって17展示会場出てたと。ものすごく大きいわけですね。こちら FA ロボットがあり、そしてバイヤーゾーンですね、チャイナみたいな感じですね。ターキーとかですね、インドとか、もちろんジャパンもあると。製造業クラウドサービスがこの辺にあり、そして左下に電気戦略とか、超上流の方ですね。で、この青いところ7、8、9あたりにですね、通信規格ソフト国際戦略ソリューション展開と、大枠はこのような展示構成になっておりますと。でこの構成であれば、もし日本でものづくりワールドとかやるじゃないですか。そういった時、日本だとですね、何が人気になるかっていうと、ロボットとかですね、安川ファナックみたいな感じですよね。しかしハノーファーは全く違うと。工場の上流を握る商材がまさに活況であったわけでございます。この青い部分ですね、通信規格ソフトとか CAD とかですね、国際戦略とソリューション展開、もちろんですね、人が一番多いことは言うまでもないんですが、あくまで僕目線ですが、こういったブースですね、女性陣が非常に綺麗でございましてね、麗しい方が多かったと。つまるところですね、ここで金がうごめいているという商社でございますと。普通ね、大手さんこういう表現絶対できないんで、もう綺麗でしたね。綺麗な人多かったと思いますと。はい、自信がみなぎってましたね、女性陣にも。別途お届けするが、今回ハノーファーの片鱗をお届けさせていただきたい。つまるところ、上流側から一気通過で展開する、そういった企業から今回招待をいただいていると。招待をいただいているニアリーイコールですね、僕たちが聞いて教えてもらうわけではなくて、向こうが必死に説明してくるので、非常によくわかるわけですね。国際戦略がわかると。じゃあどこからか。そうなんです。シュナイダーさんなんですね。日本であまり聞き慣れないかもしれませんが、売上としては3兆から4兆円ぐらいある非常に大きなグローバル企業でございます。このような VR ですね、決してエロ動画を見てるわけではございませんとね。いやー、ってくれるじゃねえか本当に。工場マッピングみたいなものをやってですね、実体験を通じて欧州の戦略に迫っていきたいと
シュナイダーでございますが、日本でも実はかなりソリューション展開しておりまして、プロフェイスですね。このようなタッチパネルなんかだと使われてる方いらっしゃるかもしれませんし、日本ではタッチパネルブランドとして馴染みがあると。なぜかというと、当時ですね、シュナイダーデジタル社を買収したデジタル社がプロフェイスを展開していたと。で、このタッチパネルのですね、開発拠点は日本にもありますので、FA とか工機部ですとか生産技術の人は馴染みのある企業かもしれませんと。この欧州の企業に迫っていくとき、製造業はプロダクト生産、要するに製造業って書くわけですから、何か製品を作ってるっていうイメージがあるわけですね。そういった製造をすることから、製造業そのものを売る、こと売りへの変貌を遂げているわけですね。これはですね、インダストリー 4.0 の革新をつく動画出しましたが、そこでも説明一部しましたが、ジーメンスはですね、すでに中国の BMW の組み立て工場、1シリから3シリをですね、編種変量で生産するライン、熟練が不要 99% の高い稼働を実現しているラインを一括で請け負っていたり、シュナイダーに関してはもちろんグローバルで事業を展開してて、グローバルで売り上げ上がってるんですが、東南アジアのプラント運用保守ですよね、サービスの売上成長は毎年 10% を超える成長になっていると。つまるところ、マース、マニュファクチャリングアズアサービス。日本だとマースはモビリティアズアサービス。自動車、移動手段のサービタイゼーションなんですが、欧州が掲げるのはそうではなくて、マニュファクチャリング、製造業のサービタイゼーションをやっていくと。それで収益化を果たしてきてるわけですね。製造業のサービス化とは一体何でしょうか。物を製造することを生業にしていった我々というか彼ら製造業、ヨーロッパの製造業が近年どのように変貌しているか。それをですね、今回非常に分かりやすくお伝えできると。日本企業との差は一体どこにあるのか。実際企業を訪問してきたわけですから、実例を持ってここに示していきたいと。まずですね、シュナイダーさん展開していたサービスでございますが、電線を売る時代が終わったと。彼ら何を売っていたかというと、制御盤の構築そのものを販売していると。よくわからないですよね。よくわからないんですが、制御盤構築するとき、まずは回路図を書きますと。で、回路図をイメージしながら制御盤、どういった部品が必要とか、こういった漏電遮断機とかですね、配線の長さとか、制御盤の板金のこのぐらいの大きさが必要だろうみたいなことをイメージしながら発注をかけて、発注をした後ですね、現場すり合わせということで、設置箇所の調整とかですね、配線長の調整とか、あと盤の調整購入をしているのが、通常の盤屋さんだと思うんですね。しかしながらシュナイダーさん違うと。回路図をまず引きますと。その後 CAD が立ち上がるので、その CAD を作成されますので、そこから自動でなんとこの CAD に基づいた配線の長さにのっとって電線が自動でカットされ、あとはプッシュインでバチコーンと差し込むだけですと。つまるところ、もう配線長とか位置が最適化されているので、現場ですり合わせが全く必要ないわけですね。電線を構築する工数とか制御盤を構築する工数低減そのものを販売していると。職人技ですよね。こういったものをイメージしないとできなかったんですが、もうこういう風に CAD ができるわけです。そこで電線の長さとか全部決まって、それ通りに電線もカットされると。もうクロートじゃなくても簡単に盤を構築が可能になっていると。で、こっち来てください。下見てください。ケーブルがありますね。ケーブルがあります。そしてデジタルツインから情報が来てる。スタートを押す。そうするともう指示が来てるんですね。ここから排出されます。ラベルも自動的に印刷され、あとはここに入れるだけ。出来上がり。あとは長さが調節されてるんで、配電板に最適にぶっ刺すだけ。ネジもいらないし、カッティングも必要ないと。シュナイダーは制御盤を CAD からつなねることで配線盤作業を超単純化したと。もともとは匠しか想定できなかった経験と現場すり合わせの工数をデジタルの融合で解決して最適に盤を作れると。これが上流を握るということでございます。わざわざこういった配線が必要でみたいなことを教える必要がなく、未経験者でも CAD 通り組み立てればそれで OK。そりゃ東南アジアで売れますよ。もうブルーカラーの人よく考えたくないというか、もう指示通りやりたいみたいな人がですね、CAD 通りでもうなんか配線も勝手に切れるわ、いいやんみたいな感じですね。日本だとプッシュインにするかとかネジ止めにするかでそれで争ってるわけじゃないですか。日本の5年先ハノーハは言ってますと。そう言われても反論できませんよねと。マース概念ですね。マニュファクチャリングアズアサービス。製造業そのものを売る。
そういったことが、なるほどと、配線版から皆さんご理解いただいたと。もう予習はこのくらいでいいでしょうと。シュナイダーさんですね、ここからでございます。こっから面白くなると。はい、シュナイダーはですね、フランスに拠点を置くコングロマリットでございます。コングロマリットって言えばですね、日本企業の電気大手8社、日立とか三菱電機とかイメージすればわかると思うんですね。彼らも導電遮断機とかやってますし、制御モーションもやってるし、日立さんもね、PLC とかやってるじゃないですか。いろんな事業やってるというようなイメージの会社だったんですが、近年ですね、電気を軸にポートフォリオ転換を断行している。これはネットから調べれるだけですね、僕が M&A の実績を調べて作ったものでございますが、2002年頃まではまだまだ現場のものづくりですね、ブレーカーとかセンサー機器 FA 関連をバカバカ買収してきております。しかし2000年前半頃にこれ潮目が一気に変わりまして、2015年まではそうです、スキャーダですね。スキャーダといえば現場から生産動態とか情報を吸い上げて、それを見える化する、そのことをスキャーダと言うんですが、産業の見える化を中心に業界1位のスキャーダ企業、スキャーダのソフトウェアを展開している企業も含め買収を行うと。さらに APC とかですね、MGE、インフラ系 IT やデータセンター、エネルギーコンサル企業も買収していくと。つまるところ、デジタルと製造業、産業の融合を見据え、潮目が完全に買収から変わってきてるわけですね。企業を変革化しようと、デジタルの時代に適応させるように、2003年から準備をしてきたわけですね。では近年どうなっているかというと、2015年以降はですね、ETAP みたいなさっきの配線の CAD ですよね。そういったソリューション展開してるところとか、CAD メーカーを買収し、要するに上流が抑え、さらにソフトウェアですね。アビバでソフトウェアで束ねると。そしてインドの FA 企業を買収するということで、今後はインドだみたいな感じですね。インドの足がかりをつけていると。産業の上流から一気通貫で構成をかける体制変化してきているわけでございます。コングロマリットからマースを体現する準備を整え、制御に殴り込みをかけると。面白いでしょ？面白いでしょ？何をじゃあシュナイダーは提示してきたかと。この写真見てください。これ何かというと、そうです。PLC の一番初期型ですね。実はシュナイダーは PLC の生みの親なんですね。PLC が最初開発されたのが1968年。今から実は50年以上前に開発された結構古い技術になってるわけですよ。1958年モジュラー型デジタル制御を構築し、しかしもう50年も経ってると。じゃあ PLC 生みの親シュナイダーがですね、俺たちが生み出したんだからその PLC の概念を変革してやろうじゃないかと。つまるところ次世代制御を彼らは展開してきてるわけですね。今までの PLC の進化をまずはおさらいしていきましょう。ライン全体や巨大装置や PLC から IPC の時代へ移り変わってきていると。ビジョンとか検査とか吐き出しであれば PLC でも制御できますよね。つまるところすり合わせが少ない、自動化領域が少ないので独立したコントロールでもできるわけですね。一方このような半導体製造装置ですとか複雑な装置が連携している場合ですね。複雑な装置、いろんな手動するモーターが多いとかですね、機構が多いということであればいろんなモーターの軸を制御しないといけないので PLC ですり合わせが難しいんですね。 IPC 制御へ移り変わってきており、この IPC で一気にドライバーとか PLC コンベヤー DIO 群を統合制御していると。じゃあなぜ統合制御した方がいいかというと IPC 制御こういったものだと非常にすり合わせ領域が複雑なんですね。例えばスクリーンさんに僕訪問してきてウェハーを洗浄するんですけども、ウェハー洗浄するボックスが確か24個ぐらいついてるわけですね。ということは24個出し入れしてそれを PLC で構築するっていうことであれば、じゃあこっちが来てじゃあ吐き出しどうすんのみたいな非常に複雑なすり合わせが必要になってくると。装置機構が複雑で複数のモジュール制御が必要であれば一括で制御した方がそれは楽でしょと。さらに装置内搬送ですよね。めちゃくちゃサイクルタイムで半導体業界のスループットで言えばですね、非常な高いスループットを出さないといけないのでサイクルタイムのすり合わせが必要になってくるわけですね。 PLC で1個ずつやんないでしょね。すり合わせ領域によっては正義領域が進化してきてるわけですよね。はい、ここからです。シュナイダーはさらに上位の考え方を提示してきて、しかも体現できると。工場を丸ごと一括で統合制御すると、って感じ。みたいな。マジかみたいな。
もうね、ラダーとか言ってちゃダメですと。こういう風にサーバーラックがあります。で、サーバーがあるでしょ。そこから一気にコントローラー、インバーター、スターター、モーションですよね。セーフティーコントローラー等です。これだけにはとどまらず、単純な装置、そして複雑な装置が複数あったとしても、イーサネットケーブルを全てぶっ刺すだけで、一気に制御を構築できると。つまりところフルデジタルシステムで全てを統合し、究極ですよ。まあ電源は必要ですけども、制御盤が不要な世界がすでに登場していると。各装置ごとのすり合わせですよね。もちろんこういった装置が並んでるので、装置ごとのサイクルタイムが違うので、スループットですね。ワークの吐き出しがされて、すぐ取りに行って加工しないといけないので、そのすり合わせもこのソフトウェアで一括で行えると。ここで全て統合制御してるわけですから。さらにデジタルツインと併用すれば、もともとはですね、このラインごとのデジタルツインみたいな、装置ごとのデジタルツインだったんですけど、そうではなくて工場全部でデジタルツインで制御を作っちゃおうと。各オートメーション機器からいろんな情報取れますよね。例えば稼働情報とかトレース情報とかですね。そういうのを装置ごとに構築しないといけなかったんですけど、このサーバーから一括で制御することによってそこと連動もしやすくなるわけですよね。はい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 。ああもうそんな夢物語でしょ思うかもしれないですよ。すぐには移行できないかもしれませんが、10年後どうですかと。次です。モーションや PLC メーカーですよ。メーカーという概念をシュナイダー潰しに来ていました。しかしこの潰すことはメーカーの境界線を取り除いてしまうということはシュナイダーエレクトリックにとっても同じなんですね。なぜかというとこういうふうな工場の制御ですよね。IPC があったり PLC があったりインバーターがあると。こういった IPC、PLC、インバーターの各オートメーション機器が IEC61499 に準拠していれば、なんと PC 上のソフトウェアで一括に制御が構築できると。つまるところメーカーはもうどこでもいいよみたいな世界が来てるわけですね。もう IEC61499 に準拠していれば、まあ別に三菱さん準拠してないと思うんですけど、三菱でもいい、オムロンさんでもいい、まあロックウェルでもいいしみたいな、シュナイダーでもいいしみたいな、制御だけ先作ってあとはつなげる機器はもう IEC61499 に準拠していればそれだけでいいよということですね。PC 上で統一された制御構築になるから、制御が動けば結局メーカーはどこでもいいという価値観になると。しかしこれはですね、シュナイダーももともと囲ってたわけですから、うちがシュナイダーが選定されないかもしれないと、自社のシェアが減る方向に行くんじゃないかっていう諸刃の剣の構想なんですね。制御設計者は FA 機器にとらわれず、制御だけを PC 上で構築し、IEC61499 対応ソフトが入った機器を後からつなげば現場制御が完成する。制御構築した後に、じゃあ PLC にするの？ PLC 準拠のラズパイでもいいよね。それか、もうサーバーから一気につないじゃって、ソフトウェア上の PLC でいいから、PLC そのものは買わなくていいよね、みたいな判断は後ですればいい。例えばセキュリティ担保をしたいとか、サーバーで一括で構築したいとそのサーバーがダウンした時危ないだろうみたいな構想もあると思うんですね。その時にじゃあサーバー2個置いてバッファーを持たせようみたいな構想もできるわけでございます。制御を究極ですよ、コピーすることも容易なんですよ。この IEC61499 であればコピーできると。つまるところ、例えばコンベアで物を搬送するとか、このワークをここに移載するみたいな制御ですよね。そういった制御、こう動けばいいやっていう時代が来るわけですから、制御そのものをダウンロードして埋め込むみたいな時代が目の前に来ていたわけですね。オープンソース等からダウンロード可能な未来、動けば究極中身はどうでもいいわけですね。皆さん iPhone 持ってるでしょ。で、いろいろアプリ使うじゃないですか。じゃあそのアプリの後ろにどういったコードが書かれてるか気にしたことありますか？動けばいいでしょって話ですよ。Google マップ動けばそれでいいでしょ。Google マップの後ろのソースコードってどうなってんのみたいなこと気にならないじゃないですか。工場もそうなるってことですね。シュナイダーですよ。諸刃の剣でシェアを減らすかもしれないのになぜやるんですか？そこにシュナイダーの自信がめちゃめちゃ垣間見えると。彼らの戦略がどういったものか、そこですよ。制御も紐解けば多くのものが共通化できるはずだを体現していると。例えばコンベアとかターンテーブルとか、ワークってね、いろんな運び方ありますけど、究極特例を除けば大体こういった運び方になるよねってあるじゃないですか。転換器とか各制御モジュールがすでに先ほどのソフトウェア上にあるので、ドロッグ&ドロップで構築できると。ラダーとか手打ちする必要ないですよと。もちろんこのようなデジタルツインですね、会場にもありましたと。連動も当たり前に準備してきていると。制御は PC で終わらせ、実際にデジタル空間上で工場も制御も動かしてみて、これだったら問題ないね。しかも動かすものはコピペみたいな感じですね。で、搬送速度だけちょっと変えようかなみたいなところだけ数字をピッ入力すると。上位のソフトが便利ならばみんな使うでしょ。
シュナイダー楽だわ、シュナイダーのソフト楽、はははははってなって、みんな使うでしょ。このソリューションの名前はですね、エコストラクチャーオートメーションエキスパートというソフトウェアですね。制御構築の容易性を体現すると、あとはつなげるだけと。上から一気にかっさらうと。だからシュナイダーは将来勝つためにこういったライブラリですよね。コンベヤーとか転換器みたいな制御のライブラリをめちゃめちゃ準備してるわけですよ。シュナイダーからそれダウンロードしてねっていうことですね。こういった時代がどうせ来ると思いませんかって感じですね。ラダー書きたいですか、それともコピペしたいですかって話です。制御をどんどん簡単に一括でできる時代になりつつあると。長期的な利を取るため、要するに2、3年後じゃなくて10年後とか15年後、工場の制御ってこうでしょ、そうなるでしょ、制御をダウンロードする時代でしょ、だからソフトで構成をかけると。これがマースですよ。マニュファクチャリングアズアサービスで利益を取れればいいと。軸となるソフトに注力するためにアビバ法人として軸を通すと。日本の皆様、日本の制御を構築している皆様、言わさせていただきます。はい、心腐くるかもしれません。太郎お前何言ってんだって思うかもしれませんが、僕はそういう時代来ると思ってますと。まだ苦労してラダー書いてます？そういう苦労はすでに無意味になる時代が来ると思いませんか？10年後さ、日本だけガラパゴス化してさ、制御のスペシャリストがさ、日本から展示会でヨーロッパ行って、あ、日本ねみたいな。あ、ラダーがあるんでしょみたいな。ラダー書いてるんでしょ、ガラパゴスだよねみたいな。そういう風に言われる時代が来るかもしれんと。もちろんコスト的に PLC 制御はなくならないんですけど、ラダーまだ書きますかって話ですね。もう一つ。そうです。シュナイダーの強みとしてはスキャーダをあれだけ買収してる。こういう風に今のものづくりの動態を表現できるわけですね。例えばドイツだったんでビール工場を模擬して展示してあったんですけど、ビール工場であれば制御構築のラダーを組む必要がそもそもありませんと。ビール工場に最適な制御がすでに構築されており、例えば日本もアサヒとかキリンだよね。俺キリンの方が好きですけど、ビールのテイストを少し変えたい場合とかあるわけじゃないですか。ここの蒸留の時間だけちょっと変えたい、制御だけちょっと変えたいみたいな、その数字を変えるだけですね。要するにスキャーダを包括した DSC ですね。DSC ってのはディストリビュートコントロールシステム上で数値の変更をするだけで味変えられると。ここはもう制御もできてるから一から構築する必要はありませんと。こういったビール工場とか他にもいろいろ化学プラントとかあるわけじゃないですか。例えば製紙工場とかね、皆さん使ってるシャンプーをパッケージする工場とかいろいろあるじゃないですか。そういった確一化されたもの、そういったアプリケーションが各種プラントごとすでに内在してるんですね。こういったソフトがあればオープンでも賞賛があると思いませんか？もちろん制御だけではなくて品質もマネジメントしないといけないと。もちろん準備してます。はい、抜かりございません。大丈夫です。オープン機器ですね。それを束ねるソフト。PLC のメーカー特性がなくなったとしても制御構築が容易になるソフトを握る戦略でございます。各最適化されたプラントプラットフォームを提供してビール工場とか、あのくらいのものって構築のめんどくさいんでもう準備されてますよと。じゃあこれが語る未来としては自動車工場の制御とかも大体同じじゃないですか。まずプレスしてその後組み立て溶接して塗装して組み付けしてで最後に検査みたいな、大体同じ制御を使ってませんか？それも準備できちゃう未来が来るかもしれないと。そもそも制御構築の必要がなくなってきてると。で便利でしょ、シュナイダー便利でしょって、だから収益が上がる、しかも長期的にチャリンチャリンあるの。東南アジアの工場の人だったらもうラダー書くって話ですよ。もうこっちからやりたいよねって話じゃないでしょうかと。ということで工場制御最前線、移り変わる制御状態、 PLC にこだわるのはマジオワコン、ラダーにこだわるのはって言い換えてもいいかもしれないですね。 with シュナイダーでございました。以上でございます。お疲れ様でございました。いかがでしたでしょうか？衝撃じゃないですか。これね、ブラザーでも僕講演して冒頭話したんですけど、みんなメモ取ってましたね。わあそうだねみたいな、納得みたいな、確かにそうだわみたいな。これは日本のどうしよう PLC メーカーやばいぞ、気づいてくださいと。日本もここに乗るというか、そういう時代になってくるよねって話ですよね。そしてもちろん工場にも行ってますと。で全体的にハノハどうだったかみたいな話もしたいので、続々フィードバックが登場しますと。日本とは全く異なるソリューション戦略でございます。これもこうご期待くださいと。このようにですね、今回は制御でしたね。FA 系でございました。もちろんそれだけではなくて自動車のこととか半導体ですね、そして工作機械、いろんな製造業に関連があるトピックを扱ってます。製造業業界
で働いてる方、そしてものづくり太郎に興味を持っていただいた方はぜひチャンネル登録いただいて応援をしてあげてください。そして一つでも刺激になればもういいねでしょ。もうオムロンとか連打してください。うわーみたいな、やべえみたいな、うちもそれやりたかったみたいな感じで。ということで次回の動画の前にスポンサー動画でございます。どうぞ。どうも、ドイツのハノーファーからお送りしておりますが、パナソニックエナジーさんからですね、スポンサードをいただいておりまして、パナソニックエナジーといえば電池作ってる。で、今はですね、激動のグリーンのトレンドですとか EV のトレンドが襲ってきておりまして、エンジニアがですね、足らんと。電池作っても足らない。製造系のエンジニアですね。そういった方を非常に多く募集していると。興味があればですね、僕もパナソニックにおりまして、非常に働き方としてはホワイトですし、激闘の時代でストレッチできる、そういった環境が余ってるんですね。概要欄をチェックいただいて、興味ある方はですね、ぜひ覗いていただきたいと思います。次回はおそらく半導体会ですね。スクリーンにも行ってますし、東和にも行ってますと。これもうめっちゃ大変なんですけど、頑張ります。はい。ということで、お楽しみにお待ちください。今日もお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。ありがとうございました。今日の千葉ちゃんの一言。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ハノーバーメッセ編第1弾になりますが、いかがでしたでしょうか。今後も何本かハノーバーメッセでの動画を公開予定でございますので、そちらもぜひお楽しみにお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。